って俺も完全にもうこれそういう手乗り文鳥みたいななんか前に出てこ前にトグロ兄弟みたいになってるじゃん俺兄ちゃんじゃんトグロ兄うわ、なに途中のやつ何したの？ここにこういるわけでしょ。横向きにね、こう座ってるわけ。よいしょい。そうこんな感あこれが高校生。じ。高校生。でどんな感じで注射？崖っぷちララララー。言いたかったね、これ。言いたかった大先輩高田さんにお越しいただきました。初ゲストだよ。初ゲスト、ハリウッド俳優の高田さん。ありがとうございます。マジで。いつもね、崖っぷちララランダーズは成功してない負け人たちの話をしてるんだけど、そうですね。いや、もういいだろうとつまんねえだろうと。そうですね。たまには成功例を成功者の話を聞きてえなと思って、まあ先輩兄貴に来てもらいました。はい、先輩。プレッシャー半端じゃないわ。で、まあ、高田さんの簡単な知らない人のために言うと、最初ね、47ローディンっていうキアヌ・リーブスの主演の映画があって、それ2013年にバッと出てきて、で何やの日本人ってなったところからもハリウッドのキャリアがスタートしてるんですよね。実はあんま日本人と思われてなかったみたい。アジアだったらどこの国にいてもいそうって感じがすごい。何人って言っても納得いきそうだよね。モンゴルは特に言われるね。あ、かも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 。ヨーロッパ撮影、その47の時行った時に、街歩いてたらさ、親子がいて、お父さんと男の子がいて、ちっちゃい男の子がこうやってるわけよ、俺が見ながら。で、お父さんに小声で聞こえるんだけど、俺にも「元気ですか？元気ですか？元気ですか？」でもね、なるお父さんこんな感じ。違う。ない No ないない No チンギスカンが日本人説ってのはそうなのかもしれない。もしかしたら義経じゃなくて、義経じゃなくてこの男だったのかもしれない。もうその47ローニンでデビューして、で最近はネットフィリックスにガンガン呼ばれてるんですよね。ありがとうございます。それで俺の大好きな全裸監督で「愛なき森で叫べ」でしょ。もう立て続けに。ありがとう。大活今年すごいですね。大活躍ですね。で、米系も結構呼ばれてますもんね。アメリカのね、The Kids Are Back とか。あれはね、メキシコの映画で。メキシコなんだ。そう。一緒に見に行った俺。嬉しい、ありがとうね。楽しかった。面白い。すっごいいいキャラしてて。あ、マジで。なんか見終わった後にみたいな感じですぐ写真撮られてた。そうでしょ。それを目指してこっちに来たんだもんね。そうだよ。俺ら何してんだろうな。バイトしてる。いや。でも47ローニーから6年ぐらいでしょ。あれはね、撮影開始したのは実は2011年で、出たのは2013年だったのかな。ああ、そうなんだ。そもそもなんで出たんですか。だからね、そもそもプロデューサーになりたくて LA に来て。あ、そうなの？裏側なの？裏側、思いっきり裏側。うわ、カメラの裏目障りこれじゃん。いや、ほんとやばい。で、プロデューサーになりたくて来て、落合健っていう監督がいるんだけど、その方のアシスト、そう、タイガーマスクとか渦政ライムライトとかやってる監督さんなんだけど、その人のアシスタントとかやりながらこっちでプロデューサーを目指してたんだけど、ある時、中山きんに君とラーメン屋さんでラーメンご飯食べてる時に知らないおじさんがスカウトしに来たの。なんか「あなた演技に興味ありますか？」みたいな感じで言われて「いやありますけど、僕はどっちかっていうとカメラの後ろにいる人間だから、何かあったらこの有名なコメディアンの中山きんに君にお願いします」ってアメリカ人のおじさんに言って、でそしたらきんに君も「そうですよ」みたいな感じで乗っかってくれたんだけど、いや彼はいいんだ
したら1週間後ぐらいにオーディション行ってみないって言われて、で受けに行って、でまあ自分なりに何も知らない初めての演技で人生の、だけどなんか楽しくてさ、楽しめたんだって別に取りに行ってないからさ、プロデューサーになるのになんかどんなオーディションしてるのかなって見に行きたかったぐらいの感覚、で行ってやったことでまたキャスティングプロデューサーの人たちがめちゃめちゃ笑ってくれるわけよ。めっちゃ気持ちいい。何ですこれみたいな。そうそうそう。でディレクションもらってもうちょっとこうしてみてって言ってやったらまためっちゃ笑ってくれて、また気持ちいいんだけどまだ来るまだ来んのみたいな。でその日は終わって、でそうこうしてたらまた1週間後に来てくださいって言われて、でまた同じようなことやって、でその後、ちょっとしたらじゃあブダペスト飛んでくれますかって言われて、それが47ローニング。すごいよね。いきなりハリウッドのビッグバジェット映画。そうそう。一番最初にセットに出た日が順撮りやから、映画が進む順番には撮ってない作品だったから、自分にとってのクライマックスのシーンが一番最初のセットに出た日だったの。でそれはだから見てない人はあれなんだけど、言ったらキアヌ・リーブスに見とられてなんか行くっていう死ぬシーン。ネタバレないかいなあネタバレ中そう真田さんとかさ羽田正義さんとかそういう役者さんに見守られながらキアヌと会話しながら死んでいくっていうシーンが一番最初にセットに出た。すごくない？初演ごいよ。そうそうそう撮影。そうそうそう自分ってなんていうの、自信がそんなに自分にある方じゃなくて、自信がない人間なんだよね。なのにあなたがいいですって言われるのがキャストしてもらうってことだと思う。ブッキングしてもらうって、誰でもいいんじゃなくてあなたがいいですって言ってもらえた、その強烈な I love you をもらったからもう飛び込んでみたくなった。でこうセットに着いて、そしたら真田さんも真田広之さんもそこにいらっしゃっててご挨拶させてもらって、でその時自分の役が馬将っていう役だったんだけど、真田さんが来てくれて「おー馬将よく来たね」って言ってこの幅だよね。いや俺も最初こうしようかなと思ったけど嘘つきになっちゃうあ馬将よく来たねって言ってくれて、いろいろ大変だけど痩せちゃダメだよって言ってくださって、優しいな。本当で一生懸命食べてたらさ、撮影終わったらちょっと増えてたよだって心置きなく太れる人だもんね。そうなんですよ。シュンとか頑張ってんじゃん、ダイエット。頑張ってるよ。痩せれてないけど。もうシフトしなってこっち側に。ダメだよ。ちょっと元気ない今日。なんか元気ないの？どうして？ちょっと若干二日酔い。シュンシュン、こういう時もあるよね。お前先週な、ゴミみたいになっちゃうよね。すいません。これもうずっと寝て、汁熱すいません。その前日高田さんと一緒に飲んで。なんでやめろよ。いやすごいな。みんなそういうストーリーを求めてこっちに来て、まあこの低たらくだからね。いやいややばー。でも怒ったよ実際に俺にはそういうことがね、怒ったね。確かにそういう言いたいね。俺がもし多分大使とかしゅんくんみたいになんかこうイケメンとかの枠だったらなんかそういう実はそういうのってコンペティションすごいじゃん。すごいですね。めっちゃいるじゃん。でこういうのってなんかもうキャラクターだからそのなんだろう一つ一つ違うじゃん。あんま気にせずやらしてもらってるのかも。そっか、競合がいないんだもんね。でもオーディションとか行ったら結構来るよ。ちょっと待って、高尾さんが行くオーディションってこれ級がいっぱいいるんですか？キャラいるびっくりいると思うよ。じゃあマジか。でだからそれこそ太っちょの役でも太っちょがめっちゃいるわけよ。で俺より太っちょがいるわけよ。でそういう場所でもだからオーディションしたりするよ。すっげえ面白い。そのオーディション行ってみて。そうだ、思ったんだけど、ハリウッド俳優ってモテるんですか？そしたらこんなとこ来てないよ。
男だけどね。失礼だけどさ、失礼なこと言ってるよ。でも来ないよ、そしたらこんなとこ。それはそうだよな。いやちょっと俺たちもさ夢見たいじゃん。有名になったらモテんかなってちょっと思いたいしかね。っていうかまずじゃあモテてないの3人。モテそうじゃんめっちゃ。だってこの感じだもん。俺人並みって感じかっこいい。かっこいい。なんていいやつ今火がつけ。すげえ。今火がつけここで。そりゃモテるよ。まあそりゃそうだよね。うんまあそっち路線だもんね。てかモテなかったらうん何やってんだって感じだもんね。この素材でね。この素材うんそうですね。行きたいけど。どんな子好きなの大使？俺なんか最近この恋愛欲求がないんだよね今。あそう。うわ、チカちゃんショック。チカちゃんショックだよ。リーマンショック何あんたが詰まった傷はでかい。いやいやいや、いい経験だよ。チカちゃんのせいじゃないよ。欲求があんま今ないってだけかな。あそう。今そんなない。だから全然デートとかもしてない今。そう。へえ。今ちょっと男性としての欲求があんまないというか。もう崖っぷちから落ちてるよ。じゃあ、付き合うなら2メートルの女の子か140センチの女の子どっち？ 140センチ。オッケものすごいいい匂いのブスかめっちゃ口臭いブスどっち？いい匂いのブス。人生最後にエッチするなら誰？ 3、奥さん。何それ？誰だよ名前を。3、2、美香子。知らん誰だ。過去を集めていやちょっと待って今俺の推理だと多分近くを言おうとしてねじったやつ。そう今ひねった。言われた。うわそれしか今出てこないでしょ。ないもんだって。めちゃくちゃ面白いじゃんこれ。じゃあこの3人と、で女性だとしてね、じゃあ付き合う、結婚、セフレか友達どっちがいい？セフレ。なんでそこで迷わずそっち行くの？面白いから付き合う結婚セフレ振り分けて。じゃあまずどこから聞く？結婚から聞く？付き合う？まずは付き合うから聞オッケシンプー。おお。なんでだろう。まあいいや、とりあえずそれは後で聞こじゃあ次セフレ。う。セフレがラン結婚高田さん。結婚だ。マジ？マジで？じゃあまず玉何川さんだよ絶対にあんたーっつっておむすびでかいよ。でかい。いいお母さんになる。いやいいお母さんいいお母さんになるよ。母的に見てくれたら。じゃあなんで付き合うの？付き合う、まあデートとかすごいよくしてくれるから付き合ったらそういういろんなとこ連れてってもらって楽しそう。でなんでセフレ？セフレなんだろうな、ちょっとなんか危険な香りがするからラン君は。ああ変態プレイが楽しめそう。そういうそっちなんかすごいの持ってそう。すごいの持ってそう。離れた。離れた。お期待に添えようと思います。まあ高津さんはもう包容力が抜群だから抜群だね。結婚して甘えたいなっていう。甘えられるね。いいよ。マジ巨乳だろ。距離がしゅんくんモテないの？モテないんじゃないですかそね。の間よ。今の間。何が？モテないんじゃないの？即答だからね。今のねモテるのを隠してんじゃなくてちょっとすかしただけなんですよ。なんだよ。結局自分が好きになる人にモテてないとそれはモテてることにならないでしょ。うわ今のうざっ。うわなんか男前のセリフだね。成就したい恋はあんの？成就したい恋は常にありますよ。常に。今誰？名前言ってじゃん。バカ野郎。見てると思うから。そう。あなたいや誰かしら好きな人は多分俺基本的にいない時の方が少ないと思う。恋多き男なんて。恋愛体質。じゃあ好きだよって言って。名前言わなくて。名前言わなくて。うん、名前言わなくて言ってもいいけどね。バカ野郎。大好きです。せっかくこれ一生懸命体勢整えてたのに。崖っぷちララでも高野さんから見て俺たちランダーズってどういう印象？いやでもすごいいいなんか組み合わせだよねこの3人。マジですか？なんかこの世界観めっちゃいいしなんか大使が言ったらテラ派でなんか
出せてなかった部分をなんか結構出せてる感じがする。そうですね。結構だってひどいこと言うじゃん、このライブなんだ大してそんなこと言っちゃうのみたいな。そんなことないでしょ。俺とシュンが待ってそんなことないでしょ。びっくりするもん。だっていやコスプレ好きなコスプレの話やってる。あの時にもなんかこの子はこれ着ちゃダメだよなみたいな感じがあるみたいなことを言ってた時にそんなこと言っちゃうんだよ。本当にそういうところがあって結構素直にそれが出せてるからすげえいいなと。でもそれ割り切れないからね。そうそうそう、全然割り切れない。別に悪いと思って言ってないです。大怪獣だねそれ。多分本当の俺を知ってるやつはこっちの方が大使っぽいなって思いました。背伸びしたな。したな。背伸びはしたよ。それはな死ぬほどの恋しに来てんだからな。すげえ頑張ったな。でもあれ言った瞬間俺やったな大したね。まあでも世界中からヘイトも届くけどね。いやヘイトすごかったね。いじめられっ子のすずり。よく言った。素敵素敵。ついてる。大使以外の印象はあります？しゅんくんはだからこれからなんかもっと世に知られていったら面白い人だろうなと思って、さっきみたいなさ実は熱くて粘着質みたいなとこあるじゃん。粘着質、すげえいい言葉で褒め言葉ではない。令和の世の中でさ、この3人の中で一番昭和の匂いするのはしゅんくんの気がする。だよね。昭和の芸能人。そうそうそう。めんことかしてそうじゃん。そこまでいく。でダン君はやっぱりこのなんていうの天然素材2人をねなんかこう猛獣使いじゃないけどさやらなきゃいけないからなんかこう一生懸命こう回してる。超一生懸命だよね。いやマジで。だからでも本当はさそのどす黒いものいっぱい持ってるじゃんダン君。でもそこが魅力な感じがする。本当ですか？ダーティーな大人。ダーティーだね。ダン君はダーティーもっと見たいそこが。マジですか？ダーティーね。いやこの2人がさマジで自由すぎるから。なんか結構頑張ってる方だよ。いやだってありがとうございます。ありがとうございます。だって途中で嫌になってる時ある。ないっつって。せっかくこう行こうと思ってるのにみたいな。こうやって話を積み上げて積み上げていこうと思ったらっていうかさそう俺がいつもこうやっててそう大使はマジで語彙力ゼロだからゼロなんだよ。本当に多分200語しか知らないんじゃない？多分200語ぐらいしか多分ね。うまいやべえすげえしか言わない。そんなわけないだろ。うまいやべえすげえ。それしか言わないから。でもそれで生きてこれたんだよ。いやマジで200語でいけたんだよ。これから落ちてけと思ってる。なんでね。これからは上がってく上がってく。逆にこいつは話が鬼長いから長いね。やっぱり監督なんだなって思うのは発想のスピードが速いんですよこいつ。おお。いろいろやっぱすぐその場で出てくるから、あこれやってみようあれやってみようこの感じどうっていうところが多分ビジュアライゼーションが速い。そうね。そういった意味では撮る側の人間なんだなって俺出てこないからさやっぱ。なんか初めて褒めてくれた。シュウが初めて褒めてくれた。おやシュウに認められたら話やってるからね。やっぱあれじゃない？やっぱ本当にダン君って実はすごいいろんなことをやってきてる実績もあるからさ、その引き出しもめっちゃあるよね。ひらめきとその引き出しが素晴らしいよね。絶対このパート使おう。絶対使おうこれ。まあじゃあみんな力を合わせてね。力を合わせて高人さんにすがって上がっていこう。できることをぜひ。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。まあ本当ちょいちょい出てもらうから皆さんはぜひぜひ断ることに呼ぼうと思ってます。よろしくお願いします。というわけでじゃあ高田さんこれね終わりはね画面を手で塞ぐんですよ。よろしくお願いします。それではチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。よっこらせ。じゃあ演じてみたい役は？演じてみたい役、このドラマシリーズに出たい。ウォーキングデッドとかお出てみたいな。ぽい何やりたい？やっぱ俺はゲームをするんですね。あれは超楽しそうと思ったあの感じ。
タジー好きなのね。あとはやっぱ「スター・ウォーズ」じゃあどのシリーズ監督したい？僕ねグーニーズの続編作りたい。うわーめっちゃいい。おっさんになったグーニーズをやる。面白そうそれ。おっさんがなんかもう負け犬かもしれないし勝ち組もいるかもしれない。でもみんなが集まってもう一回ないかっていう。いいね。あとね俺やりたい企画で言うと、電撃ネットワークって言うじゃないですか。東京ショックボーイズ。そう、東京ショックボーイズの電気映画を撮りたい。おお。なんでああいうことになってこれ成功したのかアメリカで。今電気映画系結構流行ってるじゃん。ロケットマンとかボヘミアン・ラプソディの中でなんであの人があそこまでアメリカで行けたのかっていうサクセスストーリーをちょっと撮りたい。いいね。あの人があれこう沿ってあれになる瞬間を撮ったらかっこよさそうじゃないですか。面白い。南部トラダができる瞬間だよね。そう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 。太陽さんは何出たい？いやでもスター・ウォーズだね。でもおおすごいね。インディアナ・ジョーンズ。インディアナ・ジョーンズいい。インディの助手みたいなのが最高だよね。助手超似合いそう。インディっつってインディカムヒそう中国の遺跡でね逃げろっつって逃げるけどインディがドーン。俺もうこうやってなんかどうにかなれみたいになって行くよみたいな。これ言ってることがみんな叶う可能性